こんにちは、デンデ部長です。ラジコンヘリオをしている上で一番悲しいのって皆さん墜落じゃないでしょうか。今回はですね、不意な墜落を防ぐ飛行前の整備方法ということで、プレータは普段親子でラジコン制作を行っているんですけれども、父は実機の整備士でもあるんですね。そして今回の整備方法は実際に実機でも行われている方法です。それでは父の解説をどうぞご覧ください。はい、こんにちは。今日はPRP をこれ実機ではプリフライトチェック、ポストフライトチェック、飛行前点検、飛行後点検っていうんですけど、これにのっとって飛ばす準備をしていくプレータでやってる方法なんですけど、それを説明していこうと思います。解説する機体はこちら、アライン TREX450。ジャイロはマイクロビーストプラスプロ。受信機は双葉 R7008SB。送信機も双葉 T16IZ。まず PR プリフライトチェックとして、まずですね、私がずっとやってきた方法、仕事でやってきた方法なんですけど、まず操縦室の中に実機でいうと入って、スイッチ類のチェックだとか計器の正常性だとか、それをチェックすることから始めます。じゃあ送信機の電源を入れる前にスイッチ類が全て正常の位置にあることを確認します。例えば、今ここをスロットルのホールドスイッチに使ってるんですけれど、スロットルホールドをしないままスイッチ入れるとか、危険なことになりますので、スロットルは一番ミニマムの状況で全てのスイッチでスイッチ電源入れます。はい、で電源が入ったらこのようにブザーが鳴ります。これどういうことかというと、スロットルカット、これが作動してませんよということで、これがスロットルカットスイッチなんで、一度スロットルカットスイッチを解除してさらにもう一回起動させる。これで、スロットルスティックを動かしてもモーター回り始める。このようなことを確認します。すべてオールスイッチノーマルポジションでスロットル、クローズ。はい、これで送信機の設定は終わり。スロットルカットを有効にしよう。メンテナンスや設定、飛行準備をしている時にスティックに誤って触れたり、服や物に引っかかってしまったりした時にスロットルカットが有効なら不意な事故を防げるから、ぜひ設定することをお勧めします。回転しているメインローターは立派な凶器。さあ次に機体の設定に行きます。機体の設定ではまず、これ実機ではタイダウンっていうんですけど、フィクスチャーっていうのかな、ラジコンではをまず外して、ブレードをまっすぐにします。でこの時点で一回ちょっとカウリングを外しますね。でスワッシュプレートをこの時点である程度センターに持っていく、水平にしておきます。でテールローターも同じ水平にしておく。で次に、点検なんですけど、ボットチェックで電源入れる前に全てのピンクの結合状況が正常かを見ます。それとメインローターブレードのブレードピン、これが滑らかにきちっと動くことを確認します。その上で全てのリンケージロッドが確実に取り付けられているのを、例えば2ブレードでいうと赤ブレード、イエローブレードともに全部確認する。緩んでないかをきちっと確認する。で、前回飛ばした場合にポストフライトしているので問題はないと思うんだけど、歯車を叩いてないかとかギアのかけがないか、ここもざっと見て、次には電気系統、全てのコネクターが正常な位置でつながっているか、受信機のコネクターと、マイクロビーストのジャイロのコネクターが全てきちっと正常に入っているか、あとコード類がドライブトレインって言って、駆動系に干渉してないか擦れてないかを確認します。で受信機のコード、あとこれはたまたまスケール機にするので仮につけてるけど、ナビゲーションライトの、取り付け状況、全てのコードのチェーピングって言って、どっかに触れて削れるとか振動で削れるとか、そういうのがないのを確認します。メインが終わったらテルローターの
ピッチリンクの状況、緩み型を確認して、実機で言うとですね、ここねグラウンドヒットしてないか、グラウンドヒット、前回のラウンディングとかでテールローターがヒットしてないことを確認して、OK とする。これ毎回自然にできればメカトラブルで落とすようなこと、例えばスラッシュプレートのリンクが外れちゃったとか、そういうことが絶対起きないので、習慣づけるととってもいいと思います。はい、じゃあこの状態で全てが OK なことを確認したら、次に電源を入れます。ここでは実機で言うと、中に入ってメインスイッチ、マスタースイッチオンというふうにして、全ての計器だとか作動状況を確認するための行為ですね。で、つなぎます。で、マイクロビーストなんで、ジャイロが起動を始めますよね、ここでね。で、音がしているうちは機体に触らないようにします。ジャイロの設定、今これでジャイロが設定されて、スワッシュプレートが、センタリングしましたよね。この状況を確認します。ここ今緩んでますよね。ちょっとこれいい題材なんだけど、ここ緩んでるの。これはここのビスが緩んできてる。私ちょっと確認できなかったんだけど、これは例えば振動の原因になったりするんですよね。必ずこういうふうに、さっきリンクこういう動かして異常があったら必ずここで確認する。でこういうことが大事で、これ今飛ばさないのでこのまま進めますよね。で今もう操縦室に入ってマスタースイッチ入れた状況なので、フライトコントロールのチェックしますね。でまずスワッシュプレートから、この場合スティック動かすとき必ずモータースイッチがオフになっていることで、右スワッシュプレート右に傾いてます。左 OK、 右左 OK。 私よく仲間との整備士と一緒に飛ばすんですけど、その時はダブルチェックって言って2人で見ながらチェックしたりして、次はエレベーターのアップ、そしてダウン、アップダウン、最後にコレクティブピッチレバーのチェック。この時に、できればローターを真横に向けてピッチの角度を確認する。アップ、フルアップ、フルダウン。これでコレクティブピッチレバーが完了。はい、そしたら次にテルローターのコントロールチェックなんですけど、この場合は左ラダーいっぱい、右ラダーいっぱい。その場合ラダートラベルがきちっとボトミングしていること、ボトミング少し手前で止まっていること。ラダートラベルとはラダーの可動範囲のこと、ボトミングとは底付きという意味で、つまりラダーが可動範囲をしっかり動いていることを確認するという意味になります。底付きしすぎるとサーボがうなってしまうため、ボトミング少し手前で止まっていることが大切です。これで正常な動きをする。でちょっと重複しちゃうんだけど、さっきのようにドラッグヒンジ、テールローターのドラッグヒンジのテストも滑らかに動くことをここで確認していきます。あと、ここも先ほど見ましたけれど、テールローターのドライブギアのかけがないことを確認します。このような状況で、最終的に OK でしたら、ここで初めてカウリングをして、飛ばすところまで持っていって、グラウンドヒットしないように、ここの隙間をグラウンドとも確認しながら、インローターブレードを、横なり縦なり好きな方向にしてご準備と。ちなみにですね、これも模型なんで関係ないので、実機の場合ここに排気管があるんですよね。で排気管の熱ってあるんですけど、特に着陸した場合なんだけど、その排気管の熱がブレードに当たらないように真横でローターブレーキで止める。こういうふうにすると、こちらのブレードの下に熱が加わるんで、必ず3枚ブレードだったらここで Y にするとか、そんなふうなことを注意してパイロットは、フライトを終了します。今もうだいたいここで、飛行準備すべてのことをお話ししましたけれど、これは例えばこの段階で、これからフライトしまして、無事に降りてきます。
で、今無事に降りてきたことは次の1回のフライトの安全性には何の担保も保証もないんですよ。今無事に降りてきたことは次の1回のフライトの安全性には何の担保も保証もないんですよ。だから必ず飛行前飛行後点検を繰り返す。飛び終わったら必ず異常がないか飛行後点検を全て実施してオールスイッチオフにしてフライトを終わる。で次の時も必ず飛行前点検をきちっとして、次の飛行に備えると。こんな風にしたら事故が起きなくて、ヘリコプター壊れなくて楽しいフライトできるんじゃないかなと思います。プリフライトチェック飛行前点検の動画でした。いかがだったでしょうか。事故ってリンクの緩みとかビスが緩んでいるという小さなことから、その状態で飛ばすとそれが振動になり、その部品に負荷がかかり、それで空中でパーンって壊れようもんならもう空中分解ですよね。小さなことが大きな事故につながってしまうので、今回の飛行前点検っていうのはね、とても大切なことなんじゃないのかなと思います。これでね、もう本当に不意な墜落どれだけ減らせるかっていうね。あとは風が強い日にね、せっかく来たから1本だけ飛ばそうとかね、無理をしない、気持ちの面でも無理をしないっていうことが結構ね大切なんじゃないかなって思ったりします。ということで、参考になったよ、面白かったよと思った方、気軽にコメントください。ポストフライト飛行後点検の動画も好評いただければ制作しようかなと検討しております。そして次回の動画は現在制作進行しております H160、 こちらの機体の動画にしてお届けしたいなと検討しております。で、最新の制作状況に関してはインスタグラムかツイッターの方で見れますので、よかったら概要欄のリンクから飛んでみてください。それでは皆様のラジコンライフがハッピーで楽しいものでありますように。最後まで動画見てくださりありがとうございました。さようなら。